本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人のHaruです。今日は素敵なゲストをお迎えしています。ねんねんさんです。どうもねんねんです。簡単に自己紹介していただいてもいいですか？はい、台湾の彰化市っていうところで生まれ育ったねんねんです。今東京に住んでいます。ねんねんさんも YouTube のチャンネルを持っていらっしゃって、以前に私がインタビューしたむいむいさんと一緒に出ていらっしゃることが多いんですけども、中国語の内容もあるし日本語の内容もあるし、両方字幕がついてる場合もあるし、とにかく日本語を勉強されてる方にすごくおすすめなので、ぜひ見てみてください。見てください。ところで、もう早速じゃあねんねんさんにいろいろ今日は質問したいことがあるんですけれど、もうねんねんさんのこの日本語のレベルっていうのは上手だとかペラペラだとかそういうレベルをもう越していて、普通に日本人と喋ってるのと全く同じなんですよね。全く同じなんです。例えば街で人に会った時に、その外国人ってバレないでしょ？そうですね、普通のこういう会話のやり取りだと、しばらくはバレないんですね。で、どんどん喋っていくとどんどんバレてしまうんですよ。私と同じですね。最初は本当に、私は外国人だと思われないんですけど、5分ぐらい喋ったらあれなんかってちょっとところどころちょっとね怪しいところがで出てしまいますけど、今は日本に住んでもう何年になりますか？8年弱ですね。おー、長いですね。たまたまちょっと今台湾に帰ってきてらっしゃるっていうことで今日はインタビューさせていただくことになったんですけど、私はねんねんさんの動画とかを見ていて本当にすごいなと思うのは2つあります。ぜひお聞かせください。まず1つはもうアクセントが素晴らしい。本当に素晴らしいです。嬉しいです。もちろんね、私が教えてる方でもすごくお上手な方もいらっしゃいますし、もちろん N1 以上の方もたくさんいらっしゃるんですけど、時々やっぱりアクセントのことが難しいっておっしゃいますね。その部分と、あとは、語彙がすごい。嬉しいです。すごい、このボキャブラリーがすごいと思います。というのは、なんだろう、すごく難しい言葉もそうなんですけど、意外と子供たちがよく知ってる言葉で、日本語学習者が知らない言葉ってあるんですね。特に例えば擬態語、擬音語、ああいう言葉。でも、ねんねんさんの動画の中で、ちちんぽいぽいとか、すごい、本当によく見てくださってください。とか、ケチョンケチョンに言うとか、ああいう言葉って本当にかなり上級者でも知らないし使えない、聞いてわかるかもしれないけど使えないと思うんですけど、そういうところが本当にすごいと思います。そうですね、一般的に日本語学習者が知らない言葉って、やっぱ日本で生活してみないとなかなかそういう触れる機会がないっていうか、なのでもうなんだろう、自分の努力っていうよりもう本当に日本にいるおかげでいろんな言葉に触れ合う機会が多いんだなっていう。ああ、そうですか。じゃあ日本に来る前はいろいろな言葉、結構知らない言葉も多かったんですか？多かったんですね。私は大学は日本語学科で、で卒業してからも3年ぐらい、日本と関わるお仕事をさせていただいたんですけど、例えばアニメの版権を取り扱う会社で働いてました。アニメが好きで、なのでその時のなんだろう、知ってる言葉はすごい限られてるっていうか、基本的には学校で勉強した言葉だったり、そのアニメ業界の言葉、ニッチなそうですね、ちょっとニッチな範囲でしか分からなかったんですけど、やっぱ日本に行ってそこで生活してみると、本当にいろんな人と会うし、いろんな話をする機会が多いので、そこでもう本当にスポンジみたいになって、とにかくわからない言葉があればすぐ調べるとか、
なるほど。やっぱりね、住んでいるからといって上手になるとは限らないと思うんですよ。そうなんですね。やっぱり、私も日本語を教えている方で、日本に住んで5年10年っていう方もいらっしゃいますけど、ただ住んでいるだけではやっぱり上手になるとは限らなくて、やっぱり努力があると思うんですね。ありがとうございます。だから知らない単語を聞いたりしたら、どうするんですか？メモるんですか？まず、もう一回言ってもらってもいいですかってまず曖昧なままにしないで、その状況にもよるんですけど、できる限り今の言葉、もう一回教えてもらってもいいですかっていう。で、ちゃんと字でどう書くかっていうのを。そうですね、メモったりして、で、あと職場でやっているのが、みんなに宣言しちゃうんです。私は一日新しい単語一つっていうノルマを自分にかけてるんですよ。だから、みんなもわざわざ、簡単な言葉で話すんじゃなくて、結構日本人が話すような話し方でもうなんだろう、あえてそういう外国人だからそう分かりやすい日本語っていうのじゃなくて、もう本当に普通通りに話していただいた方が助かるみたいなことはやってます。それで、ちょっとわからないところがあったら、ちょっと待ってって感じで、今日の新しい単語みたいなすごい宣言しちゃうっていいですね。宣言しちゃった方が、お互いにそういう共通認識があれば、向こうもこれは今日のノルマですねみたいな、こう向こうも教えやすいっていうか、なんかもうここまで上手だとなんか教えるのが申し訳ない感じがするけど、まあやっぱり謙虚だっていうのがいい。教えてくださいっていう姿勢なので、相手の方も聞きやすいとか教えやすい。そうですね。あとこうなんだろう、私のノルマの達成になんだろう、手伝ってあげたみたいな、向こうもなんか嬉しくなって、ちょっとした達成感は聞きました。じゃあウィンウィンですね。そうですね。あともう一つはですね、アクセントは、これは本当にすごいと思います。だから何か秘訣があるんでしょうか？これはもうそうですね、日本に最初に専門学校に留学に行ったんですけど、声優の専門学校に行ったんですけど、とにかくアクセントに厳しくて、先生からずっとダメ出しをされるんですよ。なるほど。だから、外国人として見られてたんじゃなくて、もう普通の日本人と同じ土俵に立って、そうですね、違うってこう言われるっていう。もう本当に声優さんって声だけでお芝居をするので、意思疎通レベルの日本語はもう足りないっていう。ただ分かるんじゃダメなんですね。ダメですね。もう気持ちが伝わるぐらいの。そうですね。そのキャラになりきる、その上で表現するっていう、とにかく音に特化して表現するお仕事職業なので、そこはもう日本人でも地方から来る方が結構いるので、ちょっとこうアクセントが乱れてる。そうですね。東北の方とかなんか一緒にダメ出しされてるっていうそのぐらい本当に厳しくて、そういう意味では公平なわけですね。そうですね。別に日本人だから得意とは限らないです。みんな間違えてるんですね、アクセント。そうですね。新しい単語を覚えるときにアクセントも正しいアクセントを覚えるっていうなんかコツみたいな方法とかあるんですか？とにかく調べます。もう辞書で調べるんですか？辞書によってない辞書もあれば、ある辞書もあるんです。ありますね。番号、アクセント記号。そうですね。0123って。それのある辞書をアプリあるんですけど、それを買いました。ちゃんとアクセント記号が分かる辞書、有料版の辞書のアプリを買った。そうですね。ということは新しい単語に触れたら、ただその読み方、あいうえおを知るだけじゃなくて、どこが高くてどこが低いかからもうセットで覚える。素晴らしい。もう皆さんぜひそれやってください。あとは自分の発音が正しいかどうかっていうのをなんていうかチェックする方法みたいなのはありますか？そうですね。一時期やってたのは録音して
聞き返すっていうのがすごく有効なんじゃないかなってもうこれも私は自分の生徒さんにいつも言ってることで、とにかくまず録音してみてと言ってます。でも皆さんしないんですけどねやっぱりちょっと気恥ずかしいっていうのと、あと面倒くさいっていうのがあると思うんですけど、あとは録音しても大体こういう感じだって分かってるからっておっしゃるんですけど、実はそうじゃなくて聞いてみたらって思うこととかもありますよね。そうですね、耳を鍛えるっていうか、それもすごくなので、普通の日本人が喋ってる日本語をまず聞き慣れさせて、でそれと自分の言ってる日本語を比べたら、あれなんかちょっと違うみたいな、でどこが違うのか、どう直せばいいのかっていうのを意識してやった方がより成長につながるんじゃないのかな。なるほど。だからまずは正しい音に耳を慣れさせる、そして、自分の発音と正しい発音のどこが違うかっていうのが分かるようになることが必要ですよね。最初はなかなか自分で気づくのが難しいっていうか、そのアクセントがどう違うのかっていうのも分からない人が多いと思います。なのでまずは正しいアクセントをまず知る、そして自分の発音がどうかっていうのを聞いて比べる、その違いが分かったらもう一つの成長。おー、なるほど。はい、ぜひ録音して皆さんも聞いてみてくださいそうですね、私もYouTube やってるので、もう必ず自分の言ってる日本語を聞かざるを得ないっていう状況はあるんですけれど日本人としてもやっぱり、自分の喋り方とかを録音すると、変な癖があるとか、そういうのは結構気がつきますね。前は気がつかなかったんですけど、よく視聴者さんに「なんで春先生語尾が長いんですか?」って言われて、多分ゆっくり話してるんですけど、そうすると質問するときに「皆さん分かりましたか?」ってそんなこと言ってたんですけど、それはあまり多分気づかなくて、自分では気づかなくて、多分日本の幼稚園の先生とかもやってるんですよそういう気持ちがこもりすぎてでも多分その日本語を勉強している人から見るとちょっと変っていうか、なんでそんなに長いんだって多分ゆっくり話すとそうなっちゃうんですけど、そういう変な癖とかも結構気がつくので、ぜひ録音してほしいですね。おすすめです。もう一つは、多分これやってる人なかなかいないと思うんですけど、声優の専門学校に入ったから、すごく早口言葉やらせられてるっていうか、例えばちょっとやってみてください。ウイロウリってご存知ですか？ウイロウリっていう早口言葉？早口言葉っていうか、歌舞伎の演目なんですよ。私知らないそれ。これ声優とかアナウンサーになりたい人は必ず通る道。そのセリフを言うんですか？長いんです。全部言ったら6分ぐらいかかります。例えばどんな部分があるんですか？じゃあ最初からちょっと軽くやってみます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って20里上方、総州小田原一色町を住みなされてみたいなちょっと昔の日本語なんです滑舌を良くするのに使われるんですか？てっきり私はウイロウリってそのウイロウリロリロとかそういう早口言葉と思ってたんですけど、ではなくて、一つのストーリーなんですけど、ウイロっていう薬を売る人のセリフで、ちょっとこうみんな集まって今からすごい薬を紹介するよって、この薬の効果っていうと、ああだこうだっていう、それをすごく早口言葉で言うっていう演目なんですけど、これをもう本当に専門学校のその2年間毎日やらせられる。じゃあこの、6分ぐらいの覚えてるんですか？覚えてますね。すごい。これとウイロウリともう一個弁天小僧っていう、これも歌舞伎の演目なんですけど、この2つと、もうあとは本当に普通の早口言葉、こう何セットか覚えて毎日やってるんです。今もやってる。今もやってます。でこれ何の効果があるかっていう
と、台湾の人はやっぱ口が日本語の動きに慣れてないんですよ。これは、まあ、どの言語でもそうだと思うんですけど、こう早口言葉を毎日練習することによって自分の口をその日本語の口に慣れさせるっていうか、そしたらちょっとペラペラに聞こえる効果があると思います。じゃあちなみに、結構難易度が高い早口言葉ちょっと教えていただけますか？そうですね、私が苦手だったのが、この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。竹立てかけたかった。はい。わこれが難しかったです、昔。もう一度お願いします。この竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。もう当たり前のことをあんまり意味がない言葉なんですけど、めっちゃ言いにくいですね。言いにくいです。竹立てかけたかった。私これぐらいの速度じゃないと言えないですね。はい。これをそれぐらいの速度で言うと、まあ普段の日本語も結構ペラペラに言いやすくなります。口が柔らかくなるみたいな感じ。そうですね。おすすめです。ぜひ今度それについての竹立てかけたかった。はい、これについて動画を撮りたいと思います。今日はいろいろな話を聞かせていただいて、本当はもっとねいろいろ聞きたいんですけど、今回はこれぐらいということで、じゃあ、何かアピールしたいことがあればどうぞ。はい、食べるのが大好きなので、私の YouTube チャンネルでは主に食べ物の紹介をしています。あと日本語も、日本語大好きなので、そういう日本語に関するトピックスっていうか、企画もいろいろやらせていただいているので、興味のある方ぜひチェックしてみてください。ぜひためになるだけじゃなくて、なんか結構面白い、笑える、楽しみながら日本語を勉強できる。逆に中国語を勉強してる人も見たら中国語のためになると思います。ぜひはい、のでぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。